皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、腐敗が進む日本政府、地方自治、官僚の中でも特に官僚の天下りについて触れていきたいと思います。このテーマを取り上げた理由は、私たち国民は日本政府や官僚などからまるで詐欺、税金の搾取をされているからです。そして一方では年々経済的困窮者が増えている現状があって、特に問題なのは一生懸命真面目に働いていても生活が成り立たなくなってきている人たちが急増しているという事実です。このことは自分には関係ないという話ではなく、日本社会が崩壊に向かうことを意味しています。その一歩手前で救世主が現れ、革命を起こしているのがアメリカです。アメリカで次々と暴かれる腐敗の内容は、程度の差こそあるものの日本でも同様に起きていると判断して良いと思います。ぜひ最後までご視聴いただき、悪人に財産を吸い取られないための対策を考える上での参考にしてください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、最近の主要メディアでは取り上げられていませんが、SNS 上では財務省解体デモ運動が急速に拡大している状況が確認できます。その参加人数は回数を重ねるごとに増えており、毎週開催しているのではないかと思うほどに勢いを増しています。デモが急拡大している背景には、税金を懐に入れている官僚たちに対する国民の怒りが爆発し始めていることがうかがえます。さらには物価高が高止まりしているところに、口を開ければ増税をすることしか言わない日本政府の実態がありますし、財務省の詐欺がバレ始めたことが挙げられると思います。SNS 上では財務省の闇の部分が次々と明らかにされ始めていますし、アメリカで展開されている汚職や公金の不正利用の実態が公開されています。これは明らかに時代の流れが変わってきているとしか思えません。一定数の国民が今までずっと陰謀論と片付けられていたことが真実であったということに気がつき、それだけでなく自分たちはずっと騙されてきたのではないかという疑念が確信に変わってきていることも原因としてあると思います。今回取り上げる天下りの実態を知ると腹渡が煮えくり返る思いがしますが、今こそ真実を知って私たちに降りかかる増税を止めなければならないし、まともな社会にしていかなければならないと思います。天下り問題を理解するために必要な基本事項。今アメリカで起きている革命は、国民が崩れゆく社会に危機感を感じたから実現したのであり、日本国民も目を覚まさないと危機的状況になるという瀬戸際で起きた財務省解体デモ。戦後ずっと腐敗した日本の支配層の現実を見ていきましょう。まずは基本事項からですが、そもそも天下りとは何でしょうか。ウィキペディアをそのまま読み上げますと、天下りは次の2つの用法がある。本項目では後者について解説する。1、神が天界から地上に下ること、天孫降臨など、天下るとも表記される。2、退職した公務員が出身官庁が所管する外郭団体、関連する民間企業などで最終到達ポストに応じた地位に就くこと。民間企業の上位幹部が子会社の要職に就く際にも使われる場合がある。とあります。誰が言い出したことなのか分かりませんが、そもそも国民の税金で飯食っている公僕でありながら、自分たちのことを神になぞらえているあたり、その思い上がりがよく分かりますね。あらかじめ断っておきますが、公務員のほとんどは真面目でまともだと思います。腐っているのは一部のエリートだと思ってください。そしてさらには渡りという言葉も存在します。これは官僚 OB が天下りを繰り返すことを指しています。もう少し詳しく言うと、中央省庁の幹部職員が官職を退いて、民間会社、独立行政法人、公益法人、特殊法人などの理事長、会長、専務理事などの役職に就くという天下りの連続技のことを指しています。つまり数ヶ月、数年いただけで数千万円の退職金を繰り返し行った先々でもらい続ける仕組みです。当然短期の在籍中にも破格の年収が保証されています。知れば知るほど怒りがこみ上げてきますが、冷静にいきましょう。そしてキャリアという言葉もよく耳にしますが、これは何かというとウィキペディアではご覧のような説明になっています。しかし実際には各省庁ごとに差があって、それらを正確に説明すると膨大なボリュームになるので、分かりやすく簡潔に説明すると、1、超難関と言われている国家公務員一種採用試験に合格している。2、霞が関の中央省庁に配属されている。に該当する公務員を指します。それ以外をノンキャリアと呼んでいます。そして官庁で働く公務員のトップはというと、
それが事務次官です。キャリア官僚が30年以上の月日をかけて同期入賞者との競争に勝ち抜いて上り詰める最高位のポストとなっています。その事務次官が決まるその裏では、出世競争に負けた同期のキャリア組は与えられるポストもなくなることから50歳ほどで早期干渉退職慣行という早期退職をしていきます。これは法律に定めのない慣例であって、これによって世代ごとの出世競争決着ごとに同期の官僚には退職してもらって、若い官僚にポストが回るようにピラミッド型の組織を新体制にするために行われているとされています。それが天下りというシステムによって関連企業や特殊法人などが存在しており、受け皿としての独立行政法人、公益法人、特殊法人が増え続ける流れになっています。そのキャリア官僚とは2021年度実績で公務員約24万人の中のたった 7% の16,588人です。天下り問題とは税金の着服システムと言ってもいいかもしれない。この天下りの問題は昨日今日問題視されていることではなく、随分前から言われてきたことになりますが、大きな変化点があったのは2007年に成立した改正国家公務員法で、各府省が個別に天下り先を斡旋する慣行を廃止し、再就職に関しては官民人材交流センターに一元化されることになったとはいえ、この改正案には抜け穴だらけで根本的な解決になっていないまま今日に至っています。この国家公務員法の改正に至った背景にはあまりに有名な事件があります。それは1998年に大蔵省の職員が東京都新宿区歌舞伎町のノーパンしゃぶしゃぶ店ローランで銀行から頻繁に接待を受けていたことが発覚した事件です。この調査から明らかになったのは、金と女に絡んだ乱れまくった税金の垂れ流しです。詳細は割愛しますが、この事件によって逮捕者が出たり自ら命を絶った者も出たりしましたが、基本的にこれらの腐敗はなくなるはずもなく、それらの腐敗に加えて今現在では国民を増税で窮地に追い込んだ挙句、さらなる増税を口走り国民の反感を大いに買っている状況になっています。これらのことについて財務省のことを財務真理教という造語で分かりやすく説明してくれていた森永卓郎さんと深田萌さんの切り抜き対談動画をご覧ください。ぜひ全編視聴することをお勧めしますので、深田萌さんのチャンネルか私のブログページで視聴できるようにしておきます。概要欄のリンクからご視聴ください。ではどうぞ。実は私もそのネット上ではもう炎上のオンパレードと森永の言う財務真理教っていう仮説は荒唐無稽な妄想であるっていうんで袋叩きにあってたんですけれども、潮の目が変わってですね、あいつが言ってたの本当かもしれないっていうのが今3分の1を超えたぐらいかな。あ、そうですか。もう随分変わりましたよ。そうやって国民から税金踏んだくりまくってね、で天下りのそのポストをどんどん増やしてるわけです。この10年で、財務省関連の天下り1割以上増えました。なんか元国税の大村元次郎さんでしたっけ。はいはい。イデコもあれは天下り先っておっしゃってました。そうなんです。大村さんはもともと国税調査官なんで、裏側はよく知ってるんですけど、彼はね財務官僚ではないんですよ。財務省に勤めてたんですけど、財務官僚っていうのはこうトップの 1% ぐらい、雲の上、エリート中のエリートの人たち、こいつらが悪くってですね、でも何が何でも天下り先をどんどん増やして、でざっくり言うとですよ、年俸2000万円、でそこに漏れなくついてくるのが、個室と秘書と海外旅行と交際費と専用車、でこれ全部足すと1億円ぐらいになるんです、年間。でもそれだけじゃなくって、最近分かってきたのは企業の社外取締役をバンバン受けるんです。でこれ報酬公開されちゃうんですよ。それ全部足すとトップクラスの天下り官僚は、4000万円超えてるんです。総理大臣の年収4000万ですよ。でさらに公開義務のない企業の顧問相談役、これを合わせると3億から4億。それを年収70代半ばまでずっと引っ張ってって、でそんな暮らしをしながら年収103万円の壁の引き上げは難しい。
ざけんじゃねえぞお前の報酬まず吐き出せよっていう話。いや、ひどいですよね。だって年収3億から4億で、それ60歳から75歳ぐらいまで。55から始まって、今2、30年は続く。20年としても80億ですか？舐めてるでしょ？いや、舐めてますよ。だからあの人たちお金持ちなんですね。私は本当にね、非暴力主義者なんですけれども、はい、その事実を知ったときは、殴ってやろうかと思いました。本当の黒幕とは？日本政府や政治家、官僚の腐敗を語るには10分少々の動画ではとても無理なほど問題点は膨大な数に上ります。今アメリカのトランプ大統領が革命とも言えるような政策を鬼人のごとくものすごいスピード感で実施しています。そこには政府に救うエリートたちによる横領だけでなく、それがアメリカという国家を転覆することを目的としているとしか思えないような悪行を繰り返してきています。トランプが着手している革命とは、公務員の着服横領などの珍怪な犯罪の撲滅ではなく、国家転覆を狙った謀略の摘発であり、世界支配を狙っている勢力との戦いなのです。日本もその点において同様の問題を抱えていると思います。このチャンネルで頻繁に出てくるろくでもない輩たちというのは、世界政府の樹立を目的としているということをずっと言ってきているわけですが、そのためには国家というものをなくさないといけません。それが耳障りの良い言葉で世界中の人々を騙してきたグローバリズムです。それを実験的に行ってきたのが EU です。EU では参加国の法律よりも EU 議会で決められたことの方が優先されますし、参加国からは通貨発行権を奪い、ユーロという通貨に統一されました。しかしこれは今崩壊に近づいていると言われています。それは EU 参加国の国民が異常に気がついたからです。先日プーチン大統領とトランプ大統領が電話会談をしたことが報じられていました。2人に共通している敵は EU の背後にいるろくでもない輩たちです。ろくでもない輩たちというのはユダヤ問題に直結していて、さらには旧約聖書も関わってくるので根が深い問題です。その勢力は諸説ありますが、約6000人で世界を牛耳っていると言われています。その少数派が世界を牛耳るためには手下を作る必要がありますが、そこに使われているのが金と女、名誉などだと思われます。人が誰しも持っている出世欲や金銭欲、承認欲求がうまく利用され、悪事に手を染めていくのです。それは日本の政治家や官僚の悪事にも共通したものとなっていると思います。本人たちはどこまで真相を知っているか分かりませんが、結果として確実に売国行為を重ねていくことになります。直近でトランプは各省庁の役人が持っているクレジットカードの限度額を1ドルに設定変更したそうです。つまり税金の不正利用ができないように手を打ったのです。今日本政府や各省庁の腐敗は日本という国家の存亡の危機に瀕していると理解した方がいいと思います。決して公金横領とかそんなレベルの話ではありません。そういった意味で財務省解体デモはまともな政治家の世直しに追い風になることは間違いありません。国家の主権は国民にあるという超原則を忘れてはならないと思います。いかがだったでしょうか。日本のジャーナリストの中で言われてきたことに、左派ジャーナリストは儲かるけど保守ジャーナリストは貧しくなる一方だというものがあります。先日 USAID の解体がされましたが、そこから判明した事実は左派ジャーナリストにも資金が流れていたことが分かってきています。つまり左派とはグローバリストたちが進める政策であり、それに加担するものが買収されてきたということです。もちろん日本の主要メディアにもです。具体的な企業名、個人名が公表されるのは時間の問題となっていますが、今政府は慌てて SNS 規制の法整備を行おうとしています。これは夏の参議院議員選挙を見据えた行動だと思われますが、もう時すでに遅しと思います。人は一度目が覚めれば今まで何も感じなかった報道や事件が全く違うものに見えてくるからです。自分たちの私腹を肥やすために多くの国民が貧しくなり、あの液体によって人生を取り返しのつかない状態にされたことも全て根底でつながっているのです。この動画はおそらく AI 検閲によってシャドーバンされる可能性が高いと思いますが、どうしても皆さんにお伝えしたい内容でしたので動画を作成しました。ちなみにシャドーバンとは YouTube のおすすめリストに上がらないことはもちろんのこと、チャンネル登録している方にも表示されないことを言います。共感した方はぜひ SNS での拡散にご協力いただければ助かります。
この時点ではまだこの動画が日の目を見るかどうかは分かりませんが、皆さんの目に触れることを祈りつつ終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。